リートとは何か、なぜ超高配当なのかを解説。株式投資を始めて6年くらい経つんですけど、一株めちゃくちゃ高い値段のやつ見るじゃないですか。あれリートが多いですよね。そもそもリートっていうものは何なんでしょうか。で、これは買った方がいいのか、高利回りで超人気が集まっているらしいんですけど、なぜそんな高利回りが実現できているのか疑問ですよね。これはちょっと初心者向けで、僕の復習がてら勉強していきます。リートがなぜ注目を集めているのか、なんといっても利回りがめちゃくちゃ高いっていうところ。見てくださいよ。このいちごホテルリート投資法人なんか利回りが 12.44% とかすごいですね。1000万そこに置いとけば124万円が勝手にポンって増えていく。すごい。1億円持ってたら1200万普通に増えていくのか。実際にはどうなんでしょうね。このように超高配当ランキング上位100位のうち 25% をリートが占めているんですよね。ここがリート、ここもリート、いちごビスリート投資法人。これも投資法人だからそうかな。ザイマックスリート法人。利回り 5.63%。森も地方創生リート投資法人。高配当ランキングでリートを見ないことはないな。ずっと知らなくて避けてきたんだけど、いやなんか損しているんじゃないかなという思いがね、臨界点に達したので、もうちょっと調べないと気持ち悪いと思ったんですよね。皆さんもこれを知っておけば自分の利益になるし、家族や友達を豊かにさせることができます。というわけで僕は勉強していきます。そもそもリートとは何でしょうか。僕たちは投資家ですよね。この図の左側、投資は安定した利益をもたらす一方で、投資金額が何千万とか何億円という金額がするので、株と比較すると敷居がめちゃくちゃ高いじゃないですか。僕なんかもう怖くて、失敗したら株で儲かって企業から優待配当金もらっとけばよかったなとか、株と比較して気軽に買える商品ではないんですよ。なかったんですよね。で、株のように気軽に購入できて、リスクも出資の範囲、株と同じなんですよね。で、売りたくなったら今日損切りもできる。それがリートというわけです。僕たち投資家がリートを購入して出資を行います。すると、プロの投資ハンターが利益出しそうな投資不動産とか不動産物件をリサーチしてくる。で、その会社が勝手に運用して利益を投資家、僕たちのことですね。分配金として受け取る。さあ、まとめいきます。僕たちが直接大きな金額、リスクを背負わなくても、投資法人を間に挟むことによって、資金の運用をプロにお任せするということ。なるほどね。投資信託みたいなものかなと思ってたけど、会社が利益を稼いで分配金があるってことが最大の魅力なんですよね。投資信託やその会社自体が利益をもたらすものではないのに対して、リートっていうのは不動産で稼いできて、分配金の財源があるってこと。だから間違って買っちゃったな、もっと下がったのになって思っても、時間でカバーすることができるんですよね。リートが注目されているなぜか、答えとしては利回りが高いから。利回りランキングで上位 25%、4銘柄に1個出てくる。高配当銘柄といえば、この日産自動車とか最近下がって利回りが上がったんですよね。利回りはなんと驚異の 5.8%。今見てもらうといいんですけど、じゃあリートよりそっちの方が、日産の株の方がいいんじゃないのって思うじゃないですか。でも安定した利益じゃなくてもう無敗の時期もあったんですよね。そうすることによって株価がめっちゃ下がったっていうことがあったりとか、時間でカバーできないし、長期で持とうとする人のメリットが全くなくなっちゃうわけですから、歯止めが効かなくなったりとかしてたんですよね。最近ニュースで見かける日本製鉄とか、それでも 4.9% 高いですね。やっぱり日本製鉄も業績が悪いとなると減配する時があるんですよ。でもリート法人っていうのはこういうのがね、ほぼないと言っていいね。なんでかっていうと、急に住まなくなる人っていうのはもう人口いなくなる、消滅しない限りいないじゃないですか。だから安定した収益があるっていうのと、また次に話す税金の対策なんですよね。高い配当っていうのは企業の利益から分配されるものなので、利益以上の配当っていうのは出せません。一般的な企業は利益に対して法人税が 40% ぐらい差し引かれて、残った利益の中から分配金を出すという仕組みになっています。リートっていうのは利益の 90% を分配することで法人税が免除されるという仕組みがなんとあるんですね。なのでリートが配当利回り高いと言われている理由、利益の 90% 以上を分配しているからなんです。投資法人をやってる人たちからすればね、法人税なんか払いたくない。払うくらいだったら、もう利益の 90% 以上分配して非課税になってしまえばいいや。みんなに配ってしまえ。ということですね。ほとんどを分配するということで、リートは非常に利回りが高い商品になっています。法人税を払うか、払ってないっていうこの違いで利回りが高いか高くないかということになります。リートでは
配当金と言わずに分配金という、なぜかそういう言い方をするんですけど、中身は一緒ですね。さて何が違うんでしょうか。結論、リートっていうのは買いかどうかということに関して、資産の 10% ぐらいリートに割り当てるのも安定した収益を見込めるんじゃないかなと。資産をある程度持ってる人の方が分散投資、資産分散するときにリートっていうのは選択肢に入ってくるという商品です。不動産の知識があって、ここの投資法人はこういう不動産を割安で買っているとか、含み益がこれくらい出ているから、このリートはこれくらいの利益が出せる、そういう情報を持っていれば、リートの選択肢が入ってくると思うんです。そんなに知識はないんだけど、配当がいいので欲しい。ただ配当が高いから欲しいっていう人は資産の 10% から 20% ぐらいに控えめに抑えておいた方が無難だと思うし、僕だってそうしますね。で、買うとしても時価総額1000億円以上の投資法人がいい。時価総額が大きいと値動きが安定してくるし、機関投資家にも影響されにくく、相場と連動するようになってきます。そんなリートにしておいた方が安全ですよね。まあ、番外編としてというか、リートと比較するものが株。どっちがいいかっていうと、こんな風にリートを整理してみると、株主優待のある株が僕は好きだなとやっぱり思いました。配当を純粋にお金だけで受け取るよりも、誕生日プレゼントのように感謝の気持ちを株主優待としてもらった方が僕すごく嬉しいんですよね。というのも僕ほら VTuber で活動していて、95% 以上の人間はね、投資も知らない哀れな社畜どもが多いじゃないですか。で、投資の有益性とか、貯金のインフレーションによる資産の目減り、これはね、VTuber の視聴者に伝えても無視したり、馬鹿にされ、詐欺師と疑われてブロックされたりとかね。そんな足の引っ張る人をね、息するようにブロックしてきた僕。でもね、精神的にはね、病んでパニック発作も起こしてました、結果的に。だから、やっぱり僕は寂しいなと思って孤独に怯える。やっぱり、なんだかんだ尖った配信をしていて、哀れな人間で社畜どもめって言ってるけど、内心はめっちゃ優しいし、介護ヘルパーに行ったらどうだっていうぐらい、お年寄りも好かれるし、仲良くできるし。だからやっぱり、孤独に怯える普通の人なんですよ、僕は。そんな友達が一人もいない中、株主優待がね、自宅に届くと、めっちゃくちゃ嬉しい。僕のこと覚えてくれてたんだ。感謝の気持ちっていうのはお金以上の価値があって、で、死ぬ時に最後に残るのはお金じゃなくて思い出。6月にね、死んだじいちゃんのベッドにアルバムが残ってたんですよ。僕のチャンネル登録者を見ていただくと分かるように尖った発言が好きだというファンが集まってきてコミュニティもできました。投資 VTuber は最高なんだぞという世界に知らしめるために VTuber 事務所を創設しようと考えています。応援してくれるファンがいなければ会社を作ろうとは思わなかったでしょう。応援してくれた、投資してくれたみんなに感謝を証明するためにみんなが活動する場所を作ろうと思っています。毎週成果報告を定期ミーティングで行っています。Pixiv ファンボックスでスポンサーに入っている人や配信関係者が出席することができるんで、興味がある人は概要欄覗いて値段とかを確認してみるといいですよ。今は7人で10人を超えると会議っていうのか収支がつかなくなってくるから参加者を限定しようと思っています。これを見ている皆さんは将来に備えて資産運用をしている堅実なユーザーです。たくさん YouTube の娯楽がある中、勉強しようって思って、僕の動画を見てくれる人、超変態じゃないですか。でも分かってます。最後に勝つのは僕たちね。イソップ物語、バッタとアリの物語があって、まあバッタみたいに楽しく過ごす。そういうのも生き方の一つです。ただ僕は老後に対して年を取れば取るほど幸せな人生であるべきだ。あってほしいな、と家族にも友達にもそう思うので、僕はせっせと資産を増やす。もしくは自分のスキル、知識を高める活動が好きです。皆さんもそうですよね。目標を明確に持ち、その達成に向けて努力しているので、志を共にする同志です。一緒にこの世界を楽しんでいきましょう。それでは仕事も遊びも全力でやっていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。